明けましておめでとうございます。アイロンです。明けましておめでとうだよ、鉄子だに。つってもちょっと遅い気がすんな。もう今年に入って10日余りが過ぎたんですね。とにかく、ファイアーエムブレム覚醒スマブラ縛りパート10をやってまいりましょう。これは2つ前の章からの続きだな。エメリナが襲撃されたもんで離宮に隠れようという流れだったに。そうですね。離宮は誰にも知られていないので安全だということでした。今回はその道中から始まったわけです。我々が知らんやつが一人紛れてけんど、彼は長年エメリナの政務を補佐してきた方だそうですが、挙動不審にキョロキョロしています。こういう怪しいやつがいると大概。これ見てごう、追っ手が来ただよ。案の定という感じですよね。というわけでテレジアに行方がバレていたのでした。やっぱりというか、こいつが裏切って情報を渡していただな。とんでもないやつだに。しかし、裏切ったからといって歓迎されるわけでもなさそうです。裏切るやつをさらに上回るひでえやつがいる。やっぱ上には絵がいるもんだね。まさに世も末です。早速、作戦会議といきたいですが、本章では使用可能ユニットが参戦するので、まずはそちらの紹介から始めようと思います。今回参戦するのはティアモです。ティアモは初期兵士がペガサスナイトだもんで、やっと自由に動けるユニットが来てくれただね。そいで、この縛り実況じゃユニットごとにも縛りがあるけんど彼女はどうすった？彼女の縛り内容ですが、特にありません。いや、ちょっとユニットごとの縛りを考えるのがこの実況の醍醐味じゃなかっただか。確かにその通りですが、一応こうしたのは根拠がありまして、まずスマブラでの彼女は設定された能力がありませんでした。なのでこの方面から縛りを考えるのは難しいです。続いて強スキルを縛るはどうかとも考えました。しかしすでに武器節約を縛っている。あまり縛ると厳しすぎるかなとも思い、こうなったわけです。前者はともかく、後者は完全に投稿者の都合だいな。申し訳ないですが、ご理解とご協力のほどお願いしたいです。あれこれ言ってもしょんないし、ひとまず今回の作戦を聞かせてくりょ。そうですね。そしたら今回のマップはこちらになります。上と下の両方にドラゴンナイトがいるのが特徴ですね。ドラゴンナイトはパーカ7で苦戦したから今あえてしたくねえな。これらドラゴンナイトは範囲に入るとこちら4人とこちら5人が連動して動きます。したがって今回の作戦としては、青い棒のところで敵を待ち受けて敵を排除していくことになると考えられます。ある程度敵がいなくなったら奥のドラゲ内までを誘ってもいいかもな。ちなみにティアモは3ターン目に参戦するだけど、5ターン目にティアモの追っ手が来ちまうだ。こいつらは初期位置に来るもんで挟み撃ちの形になるだな。しかもドラゴンナイトだもんでよく警戒せんとやばいに。ま、今回の作戦会議はこんなところだいな。それでは実際の攻略に移りましょうか。いつも通り最初はダブルを組む時間で、いつも通りカラムとルフレを組ませます。そしたらアーチャーをルフレで攻撃して倒します。この章の敗因の一つにアーチャーからのダメージの蓄積っつうのがあっただよ。だもんで倒せる時にアーチャーは早く倒した方がいいと思っただいな。そうそう、今回の敗北回数は2回だに。そのうち1回が今右で見せた映像になるだ。それでコンダブルの形成を再開しましたね。ベイクとロンクーとクロムとフレデリクを、そして前回からリズとリヒトを組むようにしたのでした。今回誰とも組んでいないソシアルナイトのソワレがいますが、これは後からクルティアモと組ませるために連れてます。ティアモは攻撃を強化したいけんど、現時点で余ったメンバーで力を強化できるのはソシアルナイトしかないと思っただね。その中で選ばれたのはソワレだったっちゅうわけだな。ちょっと操作がもたついてんな。これはクロムやロンクーのドラゴンナイトの攻撃を受けるのを最小限にするのを考えていたからです。敵は斧が多く3す組では有利ですが、それでもこの2人は2発は厳しいわけです。それでも今みたいに大抵は回避してくれますけれどね。
お、必殺だ。単なる鋼の剣でも必殺率が 22% もありましたね。一旦クロムがレベルアップするのでこのことは後で説明しますね。レベルアップ。無難なアタッカー成長だに。見品ながらいいところを抑えたと思います。そいで高い必殺率とルフレの関係は何だいや。ルフレのスキルの話でしたね。今ルフレは法人というスキルを装備しています。このスキルは隣り合う味方の必殺率を 10% 上昇させる効果があるので必殺が出やすいのです。なるほどな。ロンクーとクロムの必殺が妙に高かったのはそういうわけけ。ちなみに今後必殺率はさらに上昇します。へえ、ルフレはこの後赤の呪いというスキルを習得します。これは周囲3マスの敵の必殺回避を 10% 下げる効果があります。したがって相対的に必殺率は 20% 上昇させることができるのです。やばいね。最大で5回に1回は必殺になるだ。そしたらだいぶ有利になるじゃねえだか。違いないですね。レベルアップ。両成長なのですが魔力も上がってほしいですかね。守備面は当分良くて次は攻撃面を当ててほしいかもな。ただ赤の呪いを今のレベルアップで習得しましたね。これで驚異の必殺率を出せるようになるだね。恐ろしや。早速必殺出してますものね。見てくださいよこの必殺を。ただのハルシオン装備のクロムで 27% 系。こんなんキル系だったら 50% 超えるだよ。これなら間違いなく楽に攻略できます。ここでティアモが参戦します。彼女は敵に追われてきたようです。本来ティアモはオートに配属されていたみてえだけど何かあったみてえだ。こうなると不足と最悪の事態も考えるべきだに。さてティアモに関して少し説明します。彼女は天馬騎士団に所属しているペガサスナイトで何でもできる天才です。またクロムに恋心を抱いておりため息をつくことも多いようです。なおクロムとティアモは支援がないので絶対に彼女の恋は成就しません。なんと残酷な。ゲームシステムから恋を妨害されるなんて。しかし叶わぬ恋をするペガサスナイトってのはなんだか紋章の謎の勝ち合みてえだよね。設定としてはそのような感じで彼女のユニットとしての性能は物理色としてはトップクラスです。ペガサス系と傭兵系になれるので疾風陣内部対応を習得できます。これだけでかなり強いのはエムブレムならわかるじゃないだか。レベルアップ。今回のクロムは両成長ですよ。力、技、速さとアタッカーの成分だけでなく守備まで上げたのは最高ズラ。さてティアモの剣ですが物理トップクラスといってもすぐに戦わせるのは難しいです。現時点では一発は耐えられますが十分な攻撃を与えられるわけではないので最前線での活躍はまだできません。実際今回の敗因のもう一つはティアモを最前線に送ったことだよね。戦力は見誤らないよう気をつけましょうね。ここでティアモの初戦闘だに。しかし案の定戦闘は2目をオフにしたままだったのでした。今になって急いでオンにしてるだ。投稿者の焦げる様子がわかるだね。で結局ティアモは敵の範囲内に入っているだけんど大丈夫だか。ここは大丈夫でした。ここはってのはこの後まずいことがあるように聞こえるけんど。まあ待ってみてくださいね。そいじゃあ楽しみにするかね。とりあえず今は敵を減らしてティアモの被弾を減らそうとは考えています。ここではドラゴンナイトに狙いを定めて倒しました。ま、これが現時点での最善策だら。でここで山岳の攻撃を食らっちまうと。これ自体は想定内で問題ではありませんでした。近くにリスがいますし最悪の場合山にティアモを逃がすこともできますし、ただこの後の対応をするために長考したので少しカットします。ティアモに攻撃してきたショートアックス軍を倒しただね。
まだここも適した判断と言えると思います。問題はここの残ったドラゴンナイトとボスの対応でした。ここで考えていたこととしては、ボスを先に倒してしまうか、それとも下2体のドラゴンナイトを倒すのかという点です。ボスは単純に能力が高いから放置すると厄介かもな。ただ下のドラゲナイを倒して敵の攻撃範囲を狭めるのも重要だと思うだ。そういうことです。そしてここでは下のドラゴンナイトを倒すことにしたのですが、ここでクロムが食らっちまっただか。この HP ではボスの攻撃で倒されてしまいます。これが今回のミスというわけです。今回は回避と必殺ばっかだったもんで油断があったんじゃねえかな。急いでボスがクロムを襲う。大丈夫ですよ。ナイス回避。この件に関しては本当によくかわしてくださったというしかないです。敵の命中は 53% だもんで、当たるか外すかは五分五分だっただな。さて、ここが正念場ですね。ボスも倒すべきだし、さっき増援も来たもんだからそっちもどうにかせにゃあならんな。どうやっても敵は1体は残りますからね。その1体の誘導が重要になってきます。やっぱここで長考したもんでカットするだよ。さあ、まずはボスだに。ストーリー的にも攻略的にも侮れない敵でしたね。さらっとエメリナにきつい捨て台詞も吐いてくしな。レベルアップ。いや、いい成長だ。魔力が欲しいと言ったら魔力が上げるのは分かってますね。そしたらここからはダイジェストにするだよ。レベルアップ。これもいい成長ですよね。守備も上げてくれたので受けも少し安心です。よく原理ア力も欲しかっただな。ここでリズが狙われましたが、ティアモを逃がしていたので問題はありません。これで最後だもんでチャット終わらせるだ。君ならできる。お守りいたします。終わったか。これにて7勝クリアです。お疲れ様でした。待ち伏せを切り抜けた剣道、すでに追っては来てるらしいな。ティアモの情報から察するに、もう王都の部隊は壊滅状態にありそうです。ヒレインも死んだ仲間の分まで生きろって劇を飛ばしてるが、きついもんがあるだ。しかし FE は基本的に生死にシビアなゲームですから、これくらいは序の口な感じです。ここでエメリナ戻ることを決意。ここの判断は大丈夫なんか。難しいところですね。負けと分かって飛び込むわけですから。ただ炎の台座の行方をくらましたまま戦闘を終結させられるので悪いことだけではないと思います。なんというか、イーリス軍はよく言えば臨機応変、悪く言えば行き当たりばったりな方針だよな。そこはそもそもペレジアの奇襲から攻撃が始まったので仕方ない面もありますよ。結局王都に行くのはエメリナとフィレインラ護衛の騎士団に決まります。フレデリクを含んだ黒村一行は当初の予定通りフェリアに行くだね。よろしいですか。承知しました。ティアモはここで正式にクロムたちに合流することが決まります。そういや、ティアモは伝令として北だった。処遇はまだ決まってなかっただな。ヒレインとティアモのやりとり見てると、天魔騎士団は固い絆があるのがよくわかるだな。あれらは騎士、結束は固いという感じでしょうか。そのネタわかる人はうまいねじゃねえか。待て、クラム、いいか。
愛する者がいるから行くってかっこいいや。わしも一度でいいからこういうゼリフ言ってみてえだ。レイさん、セリフよりも実行するかどうかの方が重要ですよ。レイさん。さすがにちょっとストーリーが長いと思ったので、ここからはダイジェストにしていきます。フェリアに着いた黒村1行。まず落ち込んでいたクロムをスミヤがグーで平手打ちします。グーで平手打ち。それはもはやただのフックじゃんか。フェリア王フラビアから援軍の準備ができたことを告げられます。そして西のオーバジーリオからイギリス王女の陥落とペレジア国内でメリナが公開処刑されることが連絡されます。他国の君主を公開処刑するのはとても正気とは思えねえや。公開処刑は黒村を誘う罠ですが、そうだとしてもルフレは打開する策を考えるといい。少数精鋭でペレジアに潜入してエメリナを助けることになりました。ストーリーとしてはこんな感じになります。動画内容はここで終わりだけんども、クレジットを流したらいつものように支援会話も流すだよ。ぜひ最後まで見ていってくださいね。おい、マスはクロムとルフレ B です。 C ではルフレのことを女性とは見ていなかったとクロムが発言してルフレを怒らせていました。クロムってとんでもなく失礼なやつだよな。そんな中今回はルフレの入浴中にクロムが部屋に入ってきてしまうアクシデントから始まります。すまん。クロムって失礼な上にデリカシーもないだか。こいつ実は相当やべえやつだに。まあノックもしないでいきなり部屋に入っていくのはさすがにクロムさんが悪いですね。クロムは王族なのにそういう教育は受けなんだな。王族なら自警団をやってく以上に重要なはずですけどね。で、何事もなかったように作戦会議をしてるけんど、わざわざクロムも言わんでいいことを決み上げに去っていっただ。ちょっと今回のクロムさんはひどいですね。クロムさん。 2組目はクロムとフレデリク A です。 C の会話ではフレデリクがクロムに対して過保護とも言える行いをしていました。いいじゃん。そんなフレデリクに対してクロムが叱責して最小限の面倒に抑えるように言ってたな。今回はそれからの話になります。あれからフレデリクが何か調子が悪いみてえだに。というのもフレデリクがクロムやリズのお世話があまりできなくなったことで気を病んでいるわけです。何ていいか、お世話してもしなくても気を使うのは難儀な生き方に思えるな。しかしそれでもフレデリクは小さな気配りをしており、天幕の穴を塗ったりしたそうです。その件でクロムからお礼を言われてフレデリクは元気を取り戻します。恐縮です。そういう意味での気遣いはすごいありがたいよな。わしも褒めてやりたいぜ。承知しました。何？けれど調子を取り戻す方向性が違ったみたいです。こういういらんおせっかいするやつは一旦褒めるとまたいらんことすったよな。これはこれからもクロムは大変な目に遭い続けるに。いや、こういう人に対する適切な応対って何なのでしょうね。その道のプロがいらっしゃるのでしたらぜひお話を伺いたいところです。クロム様。失礼します。待て。最後はルフレとカラム A です。 C ではカラムがあまりにも影が薄くてカラムの振る舞いが怪談騒ぎになってることが分かりました。 B ではカラムのことをルフレが認識できるようになってきた様子が描かれただね。ま、そのはずなのにあの世に帰るって返しもなかなかひどいや。ルフレもその場を取り繕ってますがちょっと傷つきますよ。カラムも静かな怒りを醸し出してるじゃんか。けれどもルフレはカラムのためのお茶会を計画していたのでした。それはげによかった。ここのカラムさんの返答もユーモアあって面白いですね。さて
本パートはここで終わりです。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録やいいねとかもよろしく頼むに。そんじゃな。